マイルカップトライアル第16回ニュージーランドトロフィー4歳ステークスのパドックです。出走馬18頭、馬体重の増減とともにご紹介してまいります。17番エルコンドルパサー、前走のダート変更になった共同通信杯までデビューから3連勝中。芝コースは今日が初めてです。1番人気472キロマイナス6キロ。以上18頭ご紹介しましたが、パドックの解説はいつものように大川慶一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。やはりもう外国サンバのレースというこういうことですね。はい、これはもうマイルカップの前哨戦ですからね。さあそれではじゃあ1番人気から見てまいりましょう。17番のエルコンドルパサー、現在単勝オッズが 1.9 倍ということなんですが、はい、これは一息入ってる競馬なんですが、輸送とそれから調整の具合が非常にうまくいってですね、マイナス6キロ、これはもうこの馬としては最高の仕上がりじゃないかと思いますね。気合もいいし、この星がなかなか星がねとてもいい感じに見受けられますね。この馬の一番いいところは友ですよね。友、はい、ですね。これがもう体よりもあそこから友のところだけ一つ別についてるみたいな、そういう感じがするんですね。そしてじゃあ友をしてます。そうです。曇り空、少しひんやりとした空気、東京競馬場、雨は落ちていません。そうそうたるメンバーがこの開幕週武蔵野の森府中グリーンのターフに歯を競い合います。18頭立て第16回ニュージーランドトロフィー4歳ステークス、実況席解説吉田仁さんですが、2年前からマイルカップのトライアルレースということになって、かなりまたメンバーが一段と激しい争いになってきて、すごいメンバーが揃ってるわけなんですけれども、とにかく、今年は特に外国サンバの層が厚いんですよね。年々こうなってくると思うんですけれども、ここにグラスワンダーとあとトキオパーフェクトがいるとなんかすごいなという感じもするんですけれどもね。どうしてもファンがねそのあたり残念だなと思いますけど、それでもこれだけのメンバーがいるわけですから。そうですね。ただ本番は一ハロン伸びますんでね、マイルカップはね、意外とこのレースはこのレースって考えた方がいいように思うんですけれどもね。そういう意味では人気になっているエルコンドルパサーは初めての芝というよりも距離がどうかなっていう方が僕どっちかというとそっちの方が心配なんですよね。なるほど。そういう意味で1番の杉野キューティーね、それからマイネルラブ、それから他にも牝馬がちょっといますんでね、この距離走りそうな牝馬がいますんで、そのあたりもちょっと注目したいですね。このレース不思議と牝馬が成績がいいんですよね。そうですね。1004の瞬発力スピード比べになりますと、1マイルになってくるとね、少しやはりちょっと力もいりますんでね、1400ですとやっぱり牝馬も互角に戦えるというのがこの結果に表れていると思うんですけれどもね。そうは言っても去年これを勝って、そしてマイルカップを制したシーキング・ザ・サンで、今日はもう西でこれからレースを迎えますけれども、強さもね1年前とは思えないぐらいまだ鮮烈に脳裏に焼き付いていますけれども、さあ展開的な部分、展開といっても1004ですからね、府中の。そうですね。やっぱり普通に考えれば4枠7番のマウント新たね、前走のクリスタルカップでも押して逃げたようにね、そうでしたよね。朝日の時もそういうのありましたけれども、この馬が普通にスタート出れば花を切るという、いずれにしろ速くなりそうですね。そうですね。重馬場です。今日の開幕週、昨日今日とこの馬場状態を吉田仁さんはどういうふうに分析していらっしゃいますか。そうですね。やっぱりちょっと力のいるあれだとは思うんですけれども、意外と、時計は速いんですよね。ちょっと待ってください。このデピティアイスがさっきからなかなか押しても引いても後ろ向かせても入らない。本馬場入場の後、一旦が藤田騎手このゲートの前に持ってきて、そして腹帯を締め直して万全の体勢を整えていたようなんですけれども、この枠入りデピティアイスってこうでしたっけ。レースでもスタートが良くない馬なんでね、ようやく入りました。2連勝した時も、両方とも出負けしてるんですよね。ですからやっぱりスタートですね。一時はものすごい人気集めましたもんね。デピティアイス復活の一撃といきたいところですが、枠入りここからは順調です。すみません、お話途中になりましたが、展開的な部分、マウント新たが行って他が追いかけるというね、エルコンドルパサーは前走スタート良かったですけれども、その前の2戦はスタートよくありませんでしたんでね、ちょっと注目ですね。そうですね。いずれにしろエルコンドルパサーの場合は姉妹勝負という形になると思いますけれどもね。とにかく芝でどうなんだ前走のダート変更がありましたので、かなり中間、それを陣営も言われてきたと思いますけれども、実力で跳ねのけるのか、それとも多種采々豪華メンバーの中から新たなスターが現れるか。エルコンドルパサーは最後の枠入り。さあニュージーランドトロフィー4歳ステークス、体勢整った。
スタート。どうでしょう、エルコンドルパサーちょっと出がよくありません。先行争いはベガスからの手紙。さあそして叩いてマウント新たが行くマウント新た、小池が行く。3番手4番のパーディーンです。さあ前3頭がぶっ飛ばしていった。後ろの集団固まりまして、外からダブリンライオン、真ん中をついて F1 中山、あと真ん中からはマンダリンスターも行っています。京成杯の覇者、内から11番のレディーボナンザ、その後ろからはマッケンロイヤルついています。さらに最高でもない内から差し込んでいく。ここにようやく取り返してきたエルコンドルパサーは中段まで盛り返してきています。後方を見てみましょう。内から6番のマイネルバット、外を回りましたゲイリーセーバーです。少し差が空いて8番のラカンが追走する。外からはダイヤリプルス、さらに1番の杉野キューティーは後ろからの勝負にかける。後方からデプティアイスという格好です。バランバランの展開になった。最後方から行っているのが黄色い帽子平安カイザーです。大木の向こうを通過した。さあ先頭は間もなく 600m 標識にかかりますが、さあ先頭はこの辺り7番のぶっ飛ばしていったマウント新たが1馬身半ぐらいのリードで直線。しかし府中の直線は長いぞ。まだまだ何が起こるかわからないニュージーランドトロフィー。さあこのまんまで決まるとはとても思えないが、マウント新たが懸命に逃がす。外から叩いてレディーボナンザが上がってくる。さあ坂を登ってくるところ、外から赤い帽子マイネルラブやってくる。ここからだ、一番外のピンクの帽子、きたエルコンドルパサー、内からマイネルラブ。さあこの人の争いだ。次のキューティーも来ている、白い帽子も来ている。さあ先頭はエルコンドルパサー、4戦4勝強い。やっぱり芝でも強い。エルコンドルパサー強い。2着は1番の杉野キューティー、3着争いはマイネルラブ、外からも1頭ゲイリーセーバーもやってきています。さあ時計は1分22秒2。詳しくは後ほど。続いて京都からシルクロードステークスです。どうぞ。